人気のトラックボールのロジクール M575 に新型が出るということで早速買ったんですが、角度調整ができずに悔しい思いをしていましたが、この度解決しました。ということで皆さんこんにちは。キーボードは文房具山カフェです。マウスの場合はマウスを動かすことでポインティングしますが、トラックボールの場合は本体についているボールをくるくる動かすことでポインティングします。ロジクールのトラックボールは親指でボールを動かす仕様です。マウスを握るのと違って手の握り角度がちょうどよくて腱鞘炎対策にもなるっていう人も多いですよね。トラックボールの新型といえば上位モデルの MX-Ergo も新型のね MX-Ergo-S が出るようですが、僕は M575SP を選択しました。ボタンの数の多さやカスタマイズ性、そして角度調整といった機能では MX-Ergo に軍配が上がります。しかしカラーバリエーションについては MX-Ergo-S はダーク系一色のみ。それに対して M575SP はグラファイト、オフホワイト、そして新しく加わったブラックの3色展開なんですよね。触った感触は MX-Ergo の場合はちょっとシリコン系というかゴム系の感触がこの手のひらに伝わってきます。一方 M575SP はさらっとしているんですよね。金額も重要で、ロジクール発表だと M575SP は税込み8470円、MX-Ergo-S は税込み 19,580 円。手に入れやすい価格とカラーにオフホワイトがある、そして何より僕の手にマッチするということで、僕はですね、Ergo M575SP を選びました。いや、この新型が出るという話はね、すごく嬉しいですよね。主に変わったところだけ挙げておくと、静音仕様、そしてロジボルト対応という感じでしょうか。正直ですね、新型と旧型を並べてみても全くと言っていいほど外観からはその見た目の違いは分かりません。唯一背面のロゴ部分で区別がつくんですね。ボタンの数は5つで、そのうちカスタマイズ可能なボタンは3つ。カスタマイズはロジオプションズプラスで可能です。Mac や PC との接続は無線専用で Bluetooth とロジボルトに対応して、それぞれ1つずつ合計2つの機器の切り替えに対応しています。電源は単三電池1本で最大18ヶ月の電池寿命ということですね。で、この静音仕様なんですけども、いや大したことないだろうと思ってたんですけど、いやほんとこれね、ごめんなさい、大したことあります。日々のクリック音なんて正直どうでもいいと思いがちですが、1回でもこの静音仕様のものを使ってしまうと静音の良さっていうのが分かるんですよね。そしてこのロジボルト対応ですね、時代の流れを考えるとある意味必須ではないのかなと思いますね。もともとロジクールはユニファイングという USB アダプターの仕様で接続していましたけども、ここ数年でロジボルト対応に移行してきていますね。ロジボルト対応によってカスタマイズするアプリケーションもロジオプションズプラスに変更になっています。意外だったのがこのボールの転がし具合ですね。これが新型だとスムーズになっている感じがしたんですよね。いや、もしかしたらボールのゴミの掃除してないだけかもと思って掃除してみたら案の定汚れていました。結果スムーズさは新型旧型あまり変わらないですね。いや、掃除はね大事ですよね。現状 M575 を使っている人が買い直す必要がありますかと聞かれましたら、いや正直買えなくてもいいかなとも思いますね。他にもロジクール製品を使っていてロジボルトで統一したいとかであれば買い直したらいいのかなという気もしますね。で、ここから先はですね、ちょっと使いやすくするためにカスタマイズのお話になります。トラックボールのカスタマイズの定番といえばボールの交換ですが、今回はいくつか試してみようと思います。
試したのはですね、いずれもペリックスのものになりますね。ボールの交換効果は好きな色に変えることでの気分のアップと、それからボールの感触のアップと思います。色はですね、好みがありますので、好きなものを買えばいいと思います。僕がいくつか試したものはですね、シルバー、パールホワイト、オレンジですね。シルバーは結構渋めになっていい感じだと思います。パールホワイトは思っていた以上にパール色が強くて、ちょっと僕の好みからはちょっとね外れているという感じですかね。で、僕は今回ねオレンジを使っていくことにしました。僕のデスクの上には白系のものが多いので、トラックボールも白を選んでいますが、ボールにオレンジを選ぶことでアクセントになってとてもいい感じですね。そして M575SP には唯一の難点があります。それは角度調整がないですね。これ結構重要だと僕は思っているんですが、トラックボールに角度がつくことで手の角度が自然になるわけですね。個人的には MXL5 は角度調整ができるのがめちゃくちゃいいなと思っているわけですね。で、こちらはですね、20度の角度がつけられるんですね。ケンジントンのプロフィットエルゴバーティカルはこれ60度の角度があるトラックボールになっています。こちらのトラックボールも非常に人気があるようですが、僕の手の形状にはちょっと合わないなと思ったので、あまり使わなくなっちゃったんですよね。販売終了してしまったのか、Amazon ではちょっと購入できないような感じですかね。というね、難点があるんですが、しかし、僕には 3D プリンターがあるんです。使用した 3D プリンターはバンブーラボ A1 ミニ。初期設定から印刷までの流れが全自動、そして印刷速度も速くて仕上がりも素敵な 3D プリンターです。バンブーラボ A1 ミニは外観もメカメカしくなく、書斎に置いておいても違和感なく 3D プリンターを始める人にはめちゃくちゃおすすめできます。多色印刷可能なユニットもあって、その場合は一度に4色までの印刷が可能ですが、僕はこのユニットなしのモデルを買いました。Amazon のセールとかだと4万円で買える時もあったので、 3D プリンターに興味のある人は要チェックだと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。まずはですね、どういったアジャストを作るのかということを決めていきます。僕はオートデスクフュージョンという CAD ソフトで設計をしているんですね。基本的にはトラックボールに馴染む感じで、色も白に決定しました。形状はシンプルにトラックボールの底面をトレースしてから高さを出して角度をつける感じですね。CAD ソフトは操作が難しいですよね。自分の持っている形を作ることができるようになるまで時間がかかります。というか、僕自身もね、まだまだ全然理解できていないので、試行錯誤しながらの操作という感じですね。今回の形状はシンプルなので、あまり考えなくても作れるんですけども、形状によってはどういう設計にしたら作りやすいのかということをめちゃくちゃ悩むこともあるわけですね。ちょっと話が横にそれてしまいますが、これはですね、キムワイプのケースなんですね。蓋を取ると、こういうふうにキムワイプが入っているわけですけども、この形状を作るのは結構悩んだんですよね。複雑な形状ほど意外な作り方で完成するということもあるので、こればっかりはね、いくつか作ってみて慣れていくしかないのかなという気もしました。話を元に戻すとですね、MXL5 は20度の角度を得ることができるんですが、使っていて思ったのは、もうちょっと角度が欲しいんだよねということですね。そこで最初の試作モデルは30度の角度をつけてみました。なんですけども、上下の面を逆にしてしまったり、30度の角度はちょっとありすぎかなと思っていろいろ試行錯誤しています。角度はですね、横に20度、前後に10度の角度をつけています。トラックボールを設置する面はトラックボールを押し出す穴にはまるように出っ張りを作ってちょうどうまくはまるように作りました。この出っ張りと穴がうまくはまってずれにくくなっているということですね。
トラックボールの底面には滑り止めがもともとついていますので、その効果もあって使っていてずれることもありません。アジャスターの底面には滑り止めシールを貼りました。このシールはですね Amazon で買ったんですが、シールの大きさも2種類試してみて直径 10mm のものを使っています。シールを貼る箇所にもへこみを作っていて、このシール自体をね剥がれにくくするという工夫もしております。ということで、こちらが今の完成形という感じでございますね。ぶっちゃけるとですね、この手の角度アジャスターは実は Amazon でも売っていますが、とことん自分の手に馴染むように調整できるのは 3D プリンターならではですね。この動画自体ですね、トラックボールの M575SP を紹介したいのか、3D プリンターの工作を紹介したいのかもよく分かんなくなってきてますが、楽しいので許してください。ということですね、今回試したものは概要欄にリンク貼っておきますので、気になる人はチェックしてみてください。質問なんかもありましたらコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録もない人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。